JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー4。アルミダイカストプロセスにおける、ブレーキキャリパ部品のスリーブ内流動解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は ADC12 で、製品とランナーを含む重量は約 2kg です。水色部分の中等口より700度の溶洞を中等します。このスリーブ内流動の特徴として、ラドルからの中等後、直径 80mm のプランジャチップが製品方向に向かって移動します。プランジャチップの移動速度についても、時間経過とともに設定可能で、今回は低速速度 0.2 メートルパー秒、高速速度1メートルパー秒で設定しています。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。プランジャチップが、スリーブ長さの終端に到達したタイミングです。ビスケット1からランナーにかけて、薄い緑色から青色は低温領域で、中でも紫色部分は液層線温度以下を表しています。特に矢印で示した紫色部分は、湯回り不良やガス巻き込みの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。スリーブ内の溶洞状態が確認しやすい、側面から見た、湯流れ解析結果の温度分布表示です。製品側面にも液層線温度以下を表す領域があり、湯回り不良やガス巻き込みなどの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。こちらは、スリーブの縦断面表示です。湯流れ温度分布表示の中に、溶洞の進行方向を示す、黒色のベクトルも表示させています。ラドルからの中等から、プランジャチップの低速から高速移動の工程における、スリーブ内での溶洞挙動を表しています。中等時に、矢印で示した箇所に溶洞の巻き込みのようなところが、数箇所見られました。このような位置は、ガス巻き込みや酸化皮膜などの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。スリーブ内溶洞挙動の機能の一つで、破断チル層予測があります。破断チルの密度や厚さを設定して、湯流れ解析することで、スリーブ内のどの位置で破断チルが発生し、どのような大きさの破断チルが、製品内のどのあたりでとどまるのかを予測することができます。それでは、動画を再生します。スリーブ内の破断チル発生ポイントと、製品内への侵入状況を側面から見たものです。破断チルは、低速区間で発生し、そのほとんどが製品内へと流れ込む様子が見られます。このモデルにおける射出条件では、製品内に破断チルの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。溶洞の巻き込みで発生した微小ガスマーカを追跡することができます。サイズの大きいマーカが存在するところや、小さなマーカでも密集する領域にはガス巻き込みの可能性が考えられます。それでは、動画を再生します。全ページの表示角度を変えたものです。画面内の金型配圧考慮と排気ベントの設定を行うことで、溶洞の巻き込みで発生した微小ガスマーカを追跡することができます。射出後の鋳造圧力を設定することで、気効率やガス量の変化も定量的に確認することができます。
それでは、動画を再生します。全ページでは、解析モデルの中に発生した直径 1.7mm 以下のマーカ分布を見ていただきましたが、こちらは、未充填部分やガスマーカの分布状況を定量的に評価できる気候率表示です。上側にある図は、充填完了直前の気候率で、下側の図は、40メガパスカルの中増圧力後の気候率表示です。中増圧力前の気候率は、0.2977% に対して、中増圧力後の気候率は、0.003175% と小さくなっていることがわかります。この、キャビティ内の気候率やガス量より、ランナー設計や射出条件などを検討することができます。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、製品とランナー、オーバーフローを含めた凝固過程で、表示している領域は未凝固で最終凝固位置を表しています。この未凝固部は、ビスケット内部のものは問題ありませんが、製品内に残っているものは、非ケスの発生が考えられるため、ランナー設計、射出条件や金型冷却条件などの見直しが必要になると考えられます。それでは、動画を再生します。この凝固ホットスポット表示は、凝固過程における孤立凝固を表しています。配色は、青色は早く凝固した領域で、オレンジ色は遅く凝固した領域を示しています。凝固したタイミングが早い青色の領域であっても、孤立凝固した領域には周囲からの溶糖補給が途絶えてしまい、凝固収縮による非ケスの発生が考えられます。こちらは、製品断面の凝固時間を等高線で表示する、等凝固時間曲線表示です。図中の矢印が示す位置に平ループが発生していて、また最終凝固を示すオレンジ色であることから、凝固ホットスポット表示と同様に指向性凝固にならず、孤立凝固して非ケスの発生が予測されます。ダイカスト部品でも、圧肉部分には要注意です。それでは、断面スキャン動画を再生します。こちらは、主に微小非ケスなどを予測する G⁴R 断面表示です。G⁴R は、任意の式値以下で絞り込み、非ケスを予測します。式値は、通常 1.0 以下で確認します。等凝固時間断面表示の平ループ位置と非ケス予測位置が一致していることから、矢印が示す位置には、非ケスの発生が考えられます。それでは、断面スキャン動画を再生します。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。まずは、排気ベント設定についてです。金型排圧考慮の一つの機能として、排気ベント設定がございます。実際のベント位置に、図のような排気方向を示すベントを設定していただくだけで、大気開放や減圧、並びに真空を考慮させることができます。これより、スリーブ内流動解析条件設定についてご説明します。まずは、STL データか JSCAST の円柱で作成されたスリーブの全長を認識させて、プランジャチップ移動距離を設定します。プランジャチップも同様に、STL データか JSCAST の円柱で作成します。そして、移動方向を設定します。次に、スリーブへの中等では、ラドルからの鋳込み未重量などを入力します。さらに、鋳込み完了後にプランジャチップが、移動開始するまでの待ち時間を入力します。ラドルからの鋳込みで発生した
スリーブ内での油面の波が収まるタイミングが目安です。射出曲線では、プランジャチップの移動距離と移動速度を設定します。通常の低速速度と高速速度の設定や、多段階設定も可能です。図中では、低速速度 20cm パー秒と、高速速度 100cm パー秒を設定しています。破断チル発生予測の設定画面です。基本的に、溶洞とスリーブの内径付近で発生します。解析条件では、破断チルの密度を、発生条件では、最小厚さと最大長さを設定します。最後に、図中の青色枠は、設定可能な解析条件、赤色枠は、出力可能な解析結果です。実際のダイカストプロセスを入力していただくことで、不良対策などで必要となる解析結果が出力されます。これらより、ダイカストマシンで設定される射出条件や鋳造圧力、繰り返し工程などの妥当性を検討いただくことができます。今回の解析で使用しました製品と金型の主要な熱物性値です。今回の解析モデルの大きさと要素数であれば、高速モジュールを利用することで、スリーブ内流動解析で2分、凝固時間を11秒で解析を行うことができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。